おはこんばんは、オリーブです。今回はエブリィのエンジンオイルとオイルフィルターを交換していきます。この動画は素人が独り言を言いながら勝手に整備している動画です。多分言ってることは間違いだらけです。それでは本編へどうぞ。ジャッキアップしていきます。エンジンオイルの交換だけならジャッキアップはしないんですが、今回はオイルフィルターの交換と撮影をするのでジャッキアップをしていきます。それでは人中リフトで車体を上げていきます。はい、そしたら使うものを見ていきます。まずエンジンオイルとオイルフィルター。それからこちらはエンジンオイルのボルトについてるパッキンみたいな用途のワッシャーですね。それからラチェットですね。ソケットは今回 14mm だけ使います。オイルフィルターレンチとオイルフィルターに目印をつけるためのペンですね。テープとか目印をつけられるものなら何でもいいと思います。こちらはなくてもできると思いますが、あると便利なのが延長するためのエクステンションバーとモンキーレンチですね。なくてもできるとは思います。あと破れてない手袋とこのビニールの手袋があるといいのかなと思います。何度も使い回したいならこういう丈夫めなゴム手袋でもいいかもしれませんね。それとエンジンオイルの受け皿ですね。あとはオイルを計量するためのカップとエンジンオイルを入れる時のジョーゴの代わりにするペットボトルと、これはバイクのエンジンオイル買ったりとかそういう時についてくるノズルですね。草刈り機の燃料とか売ってる場所にホームセンターで売ってると思います。このノズルがペットボトルの口のサイズにちょうど合うのでこんな感じでつけて使います。それと掃除するためのパーツクリーナーと、これはウェスですけど適当に拭けるものがあるといいと思います。キッチンペーパーとかで拭いたりもしてますけどね。そしたらエンジンオイルを温めるためにエンジンをかけていきます。オイルを温める時間ですが、暖かい時期なら5分、寒い時期なら10分から20分とか、色々とあるみたいですが、普段はここの水温を表す C マークが消えたらエンジンを止めています。冷却水の温度を表すランプですが、冷却水が温まったらオイルも温まってるだろうっていう感じで、なんとなくでやっています。そしたら温まったので、エンジンを切ります。そしたらまずはエンジンオイルのキャップを開けるために助手席側の座席を上げていきます。はい。そしたら今助手席側を映しているんですが、座席の下の方にこんな感じでシートがかぶせてあるので、これをめくって下の方を見てみると固定してる金具がここに1箇所と奥に1箇所あるので外していきます。外し方は簡単で、下を手前に引きながら上に上げると座席を固定している金具が外れます。もう一つの金具も外していきます。そしたら背もたれを倒して座席を持ち上げていくとこんな感じでエンジンルームを見ることができますね。そしたらエンジンオイルの吸入口のキャップを外していきます。拡大して見てみるとこんな感じですね。蓋にエンジンオイルって書いてありますね。これを開けてエンジンオイルを抜きやすくしていきます。キャップを開けると圧力が抜けてエンジンオイルを抜きやすくなるんですね。そしたら開けていきます。で、そのまま手でエンジンオイルのキャップを開けられればいいんですが、硬くて開けられない時は適当な当て物をしてその上からモンキーレンチをこんな感じでかませてクイッとキャップを開けてもいいと思います。今回は手で開けてみます。簡単に開きましたね。そしたらキャップは適当なところに置いておきます。ゴミだけ入んないように気をつけた方がいいですね。そしたら今度はエンジンオイルを抜くために運転席側の下に潜っていきます。ここに 14mm のボルトがあるので、これを外してエンジンオイルを抜いていきます。このボルトの位置ですが、運転席のドアの真ん中あたりから下を覗くと見えてきます。エンジンオイルを抜く前に下にエンジンオイルの受け皿を置いておきます。はい。で、エンジンオイル抜くときここからすごい勢いで飛び出てくるので、ちょっと飛び出てくるのを考えて手前側にエンジンオイルの受け皿を置いておいた方がいいと思います。手前に置いたんですが、位置が悪くて、この後しっかりこぼしました。そしたら、ラチェットにソケットをつけて、エンジンオイルのボルトを外していくんですが、
こんな感じでこのままつけてエンジンオイル抜こうとすると、エンジンオイルのボルトまで結構手伸ばして外さないといけなくなるので、それだと腕が結構きついので、ラチェットに延長するエクステンションバーを使うと楽な体勢でボルトを回すことができると思います。なくてもできなくはないですけどね。そしたら外していくんですが、エンジンオイル出てくるので、ソケットが磁石付きのものとか使わない限りは多分手が汚れてしまうと思います。なので、手袋をつけていきます。で、手袋、手汚れないようなので、こういう使い捨てのビニールの手袋だけでもいいんですけど、エンジンオイルを温めているので、手にかかると結構熱いので、まず少し厚手の手袋をこんな感じでつけて、その上からこんな感じでビニール手袋をつけると手も汚れないし、エンジンオイルかかってもそんなに熱く感じないので、いつもはこのやり方でやってますね。そしたらエンジンオイルを抜いていきます。はい、でボルト外していって、うまくボルト掴んで抜かないとこの受け皿にボルト落ちてしまうと思うので、後で取ってもいいんですが、楽したい人はここに適当な網を置いておくといいかもしれませんね。そこまで気にしなくてもいい気もしますけどね。そしたらボルトを抜いた時に置くためのウエスをここに置いておきます。ここに置いておけばボルト汚れることないですからね。それと気にはしないですが、地面とか汚れるの嫌な人はやっぱり置いた方がいいのかなと思います。そしたらボルトの方を抜いていきます。はい。で、このボルトを外してオイルを交換してから、もう一度ボルトを締め直すときに、どれぐらいの力で締め直したらいいかわからない人は、あらかじめボルトと車体側に目印をつけておくといいと思います。そうすれば、後で目印に合わせてボルトを締め付けるだけでいいですからね。左回しで外していきます。硬いな。なんだこれ。延長するか。適当なパイプを持ってきたので、こんな感じで工具の後ろの方に差し込んで取っ手を延長します。この状態でなるべく遠いところを掴んで回すと、テコの原理で小さい力でも大きい力を出すことができますね。ただ工具にはあんまりこのやり方良くないみたいですね。怒られちゃうかもしれないけど、ボルトが緩まないのでこの方法でやっていきます。緩んだな。ボルトが緩んだので、あとはソケットとエクステンションバーだけで回していきます。回し方は何でもいいと思いますけどね。よし、こんなもんかな。あとは手で緩めていきます。ボルト落とさずにいけるかな。押さえながら、抜けるな。こんな感じでオイルが抜けていますね。オイルがある程度抜けるのを待ちたいと思います。抜いたボルトはこんな感じで汚れないように置いていますね。そしたらボルトを軽く掃除しておきます。パーツクリーナーで掃除していきます。はい、軽く掃除した後なんですが、このボルトのこの内側にオイル漏れ防止のためのワッシャー型のパッキンがついているので外していきます。今回はついたままでしたけど、ボルトを抜いた時に一緒に外れてオイルに落ちたりなんかもしますね。簡単に外せましたけど、外れない時はマイナスドライバーとかでクックってやれば外れるんじゃないかなと思います。そしたらボルトの内側の方も軽く掃除しておきます。よし。新しいワッシャーをボルトにつけていきます。ワッシャーをつけるときは、ボルトの頭側にワッシャーの角が丸い方、車体側にワッシャーの角張ってる方を向けて取り付けていきます。サイズが合わない。タントのワッシャーが余っていたので流用しようと思っていたんですが、ワッシャーの内径がタントは 12mm でエブリィは 14mm だったので入りませんでした。サイズが合わないので本当はあんま良くないですけどね。このワッシャー再利用していきます。1回再利用するぐらいなら多分大丈夫だと思います。過去にやったこともあるしね。本当は新しいのに変えた方がいいと思います。よし。そしたらボルトの差し込み口を掃除していきます。直接パーツクリーナーを拭くとボルト穴に入ってしまうので、このウェスにパーツクリーナーを吹きつけて拭いていきます。拭いたらボルトをつけていきます。
こんな感じでつきましたね。そしたらボルトをラチェットで締めていきます。さっきのワッシャーが潰れるぐらいで締めるのがいいのかなと思います。事前に目印をつけていた人は、ここで目印に合わせてボルトを締めていきます。締めすぎるとさっきみたいにボルトが回んなくなっちゃいますね。そしたら今度は反対側のオイルフィルターを外していきます。オイルフィルターも外すとオイルが漏れてくるので、この受け皿をオイルフィルターの方に持っていきます。オイルフィルターレンチというものを使っていきます。中身はこんな感じのものですね。ここに見えるのがオイルフィルターですね。結構奥の方にあるんですよね。オイルフィルターの位置は正面から見ると真ん中あたりで、助手席側から見るとドアのノブの延長線上の下から覗くと見えてきます。エンジンオイルの交換だけだったらジャッキアップ必要ないと思いますが、エンジンオイルのフィルターはジャッキアップなしでいけるかな。どうだろうと思って実際に今車を下ろして手を伸ばしてみたら、フィルターに届くには届くんですけど、やりづらいと思います。そしたら外していきます。これもエンジンオイルのボルトと同じように下に適当に紙を置いておいて、外したオイルフィルターをそこに置いておきます。フィルターレンチをこんな感じでつけて使うんですが、エクステンションバーはフィルターを外す時には使いません。なぜかというと、ここが段差になっていて、エクステンションバーが当たるからですね。そしたらオイルフィルターの方外していきます。これも左回しかな。そしたらレンチを外して、硬くて外れないんだよな。ラチェットだけ外すか。このまま外そう。よいしょ。こんな感じでオイルフィルターからもエンジンオイル漏れてきますね。これもエンジンオイルが抜けるのを待ちたいと思います。これ外れなくなるんだよな。こんな感じでオイルフィルターとオイルフィルターレンチががっちり噛み込んで外れないっていうのが結構毎回あるんですよね。ゴムハンマーで叩いたら外れましたね。で、このオイルフィルターレンチ、こっちの穴のある方、下に向けると結構オイル漏れてくるので、置くなら穴を上に向けて置いておいた方が捨てるまではいいかもしれませんね。これはだいたい金属とかの買い取りに出して処分してますね。フィルターレンチ掃除して、そしたら今度はオイルフィルターを取り付けていきます。で、これはマツダ車用って書いてあるんですけど、ネジサイズが4分の3の 16UNF って書いてあるんですよね。同じサイズのネジであれば、他社のオイルフィルターでも使えるのかなと思います。なので、軽自動車用って書いてある一番安いオイルフィルターをいつも使ってますね。ちょっと開けていきます。ここのネジサイズのことですね。で、このオイルフィルター、今見たら、ここのサイズが 65mm みたいなんですけど、こっちの方 64mm です。で、はめてみると、多少ガタつきますけど、そんなに強く締めるわけじゃないんで、まあ 1mm ぐらいの差はいいのかなと思います。で、オイルフィルターって手で軽く回して止まったら、そこから4分の3回して締めると取り付け完了っていう感じになるので、どれぐらい回したかわかるように、ここに目印をつけていきます。黒いフィルターなので、白いペンで目印をつけていきます。ここの角に合わせて目印つけていきます。こんな感じで目印がつきましたね。はい。で、4分の3回すっていうことなので、オイルフィルターを4等分に見て、1周手前のここまで回していきます。実際にやってみると、スタート地点がここで、ここまで回せば4分の3回したことになりますね。はい。で、このオイルフィルター取り付ける前に、この周りの縁の部分にエンジンオイルを塗っていきます。まずは計量カップにエンジンオイルを入れていきます。そしたらオイルフィルターのビニールを剥がして、計量カップに入れたエンジンオイルに
ちょんちょんってつけていきます。そうすれば簡単に均等にオイルフィルターにオイルを塗ることができますね。ただ、今やってしまうと、フィルターからエンジンオイル垂れて、地面とか汚してしまうので、車の方にエンジンオイルとフィルターを持っていって、取り付ける直前にエンジンオイルは塗りたいと思います。そしたら、フィルターがついてたところを軽く掃除していきます。いくら掃除してもエンジンオイル垂れてくるんですけどね。もういいや。そしたらオイルフィルターをエンジンオイルにつけて取り付けていきます。ついたな。手で回せるところまで回していきます。こんなもんかな。そしたらここから4分の3回していきます。だいたいこの辺りまで目印が来るように回していきます。右回しですね。もうちょっとかな。こんなもんかな。多分大丈夫だろう。よし。はい、そしたらエンジンオイルとオイルフィルターを交換したので、エンジンオイルの方入れていきます。で、エンジンオイルの交換だけだったら 2.8 リッターオイルを入れればいいんですが、今回はオイルフィルターを交換したので、少し量が増えて3リッターエンジンオイルを入れていきます。そしたら、この自作というほどでもないジョーゴを使ってエンジンオイルの方を入れていきます。オイルの注入口に刺しまして、これがだいたい1リッター入るメモリなので、マックスでオイルを3回入れたら完了ですね。1回、座りが悪いんだよな。2回、3回。はい、オイル満タン OK です。そしたら、上後を抜いて、計量カップに刺すと。こうやれば、上後からオイルが垂れるのを多少は防げますね。よし。そしたら、エンジンオイルの蓋を閉めて、あとは、普段はやらないですけど、もしエンジンオイルの入った量をチェックしたければ、エンジンをかけてオイルを温めたら、運転席側の座席を上げて、ここの黄色い棒を抜いて、こんな感じで拭いて、もう一度刺して、この穴と穴の間にエンジンオイルがついていれば、エンジンオイルの残量は適正ですね。今回は、というかいつもはそこまでやらないので、ゲージの方戻しておきます。はい、戻しておきました。で、キーを刺して、ここに走行距離が出てくると思うんですけど、ここにあるボタンを押すと見えづらいですが、今 A になっているんですが、A と B と、これライトの切り替えですね。それと走行距離に切り替えられるので、A と B どちらでもいいんですが、この状態でこのボタンを長押しにしておけば、こんな感じで距離をリセットできるので、この A のモードにしておいて5000キロになったらいつもエンジンオイルを変えてますね。この機能は便利かなと思います。カーナビとかでもそういう機能ありますけど、こっちの方がメーターについててお手軽に距離の確認できるのでいいのかなと思います。余談ですが、さっきのここのライトの切り替えはボタンを長押しすると、こんな感じでメモリが変わっていって切り替えられるんですよね。で、これ何が変わるかというと、メーターの明るさが調整できるようになっていますね。実際に切り替えてみると、メーターの明るさはこんな感じで変化します。下の方を除いて、あとはハイオイルの受け皿を回収しておきます。意外とこれ置きっぱなしで忘れて走っちゃったりすることあるんですけど、他の人はどうだろう？これはあるあるではないか？片付けておきます。はい。で、この廃オイルの処理方法なんですが、廃油ボックスっていうのがホームセンターとかで売っているので、そちらを使って自治体に合わせて処理してもいいですし、最初、ガソリンスタンドとかで引き取ってもらってましたね。確か有料だったと思います。それと今は木材とかに塗って防虫剤とかで使ったりしていますね。その他にも廃油ストーブっていうのがあって、そういうものの燃料としても使われてるみたいですね。そしたら車体を下ろしていこうかな。はい、いかがだったでしょうか。今回はエブリィのエンジンオイルと
オイルフィルターの交換をやりましたね。ここまでご視聴ありがとうございました。整備って本当にいいですね。さよなら、さよなら、さよなら。はい、ここからはおまけなんですが、ちょっと作業場の方整理整頓しましたね。ここがボート関連と、壁に工具とか延長コードとかかけるように作ってみましたね。あまりにもスペースが足りなかったので壁にかけることにしましたね。あとはこの裏側の方ですね。こんな感じで道具とか材料とかまとめて置いておくことにしましたね。そのうち大きい倉庫の方を片付けて作業場にしたいなとは思っているんですけど、その動画を上げようかなとも思うんですが、どうだろうな、ほとんどゴミ捨ての動画になっちゃいそうだし、ちょっとそこは考え中です。それと週末ガレージっていう名前に変えようかなと思ったんですが、なんかもう今更な感じがするし、そのままでいこうかなって考えています。